実際に送っている人生、実際にここまで歩んできた歴史をどんとやっぱり、広げる、あるいは深掘りすることができる。やっぱりその面白さに取りつかれたらもうやめられないということでしょうかね。はじめまして。はじめまして。早川書房 SF マガジン編集長の溝口と申します。私、田中良樹と申します。存じ上げております。今日はどうぞよろしくお願いいたします。私はSF 雑誌の編集長をしているんですけれども、田中先生とお会いするのは今日が初めてで、ご縁を作ってくれたのが崩壊スターレールという SF ゲームです。先生とその SF というものの最初の出会いの話を聞いてもよろしいでしょうか。昔のことでよく覚えてはいないんですけども、そうですね、もう60年前になりますが、その頃は SF という言葉一般的でなくて、だいたい科学冒険小説とか、そういう名前で出ておりました。そして大半が今思えばスペースオペラに類するものでしたね。それにジュール・ベルヌとか、H.G. ウェルズとか、そういう人たちの作品を読んでたんで、SF とそれ以外のジャンルの作品との垣根みたいなものはほとんど意識せずにきました。とにかく今現実の世界、自分が現実に生きてる世界ってのは、言ってしまえば面白くもなんともないと、そこへなんか新しい世界を見せてくれるものがあるんだなという、そういう気持ちでした。今となっては SF というジャンルはもう小説だけのものではなくて、漫画やアニメや映画はもちろんゲーム作品にも取り込まれて、今回の崩壊スターレールのような作品も生まれてるわけですけれども、いやー、はるばると来たものだなというような本当にそうですね。もう私自身の考えでいきますと、人間ってのは何万年前からずっと精神的には多少複雑化したとはいえ変わってないと思うんです。これが延長していくと、何千年ぐらい経っても人間の、性根というかそういうのは変わらないだろうなという考えがありまして、変わってしまったらそれはもう人間ではないから、僕のなんていうのかな、追体験したいような、世界の話ではないなという。あと今改めてスペースオペラについてどうお考えになっているか、もしあればお聞かせいただけますか。私は銀英伝を書くときには、最初、単発でということだったのが3冊になり、10冊になり、自分でスペースオペラに関して考えてることや思ってることをもう全部放り込んだという、そういう自己満足ですけども、そういう満足感はございました。歴史なんか読んでると、ここでこいつが右へ行ってたら違う歴史があったのに、左へ行ったから今の歴史があるんだなというと、やっぱりそういう分岐点みたいなのが無数に連なってるのが、現実社会であって、現実には
なりえなかった世界というのはその何万倍何億倍あるかわからないなと思うわけです。はい、それでも自分の想像力の及ぶ限り読者の方が、はい、あ、面白かったと、はい、しばらくの間だけど、はい、現実を忘れることができたと、はい、そう思っていただければもう非常に幸いです。崩壊したレールの作品の中でもそうなんですが、文明あるいはある種族というのが、歴史的に大事なタイミングになった時、キーパーソンというものが現れます、はいはい、先生はどうお考えでしょうか。はい、キーパーソンというのは確かに存在すると思います。ただ、歴史の流れの中でそのキーパーソンが浮かび上がるのか、はい、あるいはキーパーソンがその歴史の一部を動かしていくのかというのは、はい、これはもう鶏と卵の関係ですね。そうですね。そういう人物というのは後世、特に英雄として語られることも多いと思います、はい、先生はこの英雄というものと、ヒロイズムですね、はい、についてどうお考えでしょうか。中国の方だったらもうよくご存知でしょうけども、はい、項羽と劉邦の項羽、はい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 、それから三国志の関羽、はい、それからちょっと宋の時代の学費、素晴らしいヒーローですけども、はい、全部畳の上で往生してませんよね。悲劇的な最後を迎えている人たちばかりですね。そちらの方が、他人を引きつける要素があると思うんです。あそこまで行ったけど、はい、ダメだったというあたり、その人物自身が自分の敗北を悟ったり、はい、死に赴こうとしている態度とかが、はい、やっぱり特に読者を引きつけるような気がしております、はい、そうですね。作品世界に没入するにおいてはヒーローイズムというものはやっぱり一つの大きな要件になると思います、はい、ただ現実では気をつけた方がいいですね、歴史というのもある意味ではキャラクターが作っているというふうにお考えなのか、それとも現実は現実、フィクションはフィクションということなのか。現実とフィクションは分けて考えたいとは思っています、はいはいはい、思っているんですが、はい、ふと気づくとやっぱり混同したりしてますね、ですから理論的には偉人成功者、はい、でも感情的には敗者、失敗者の方にやっぱり惹かれます、例えばタイムマシンで過去へ行って、はい、その英雄となるべき人を赤ちゃんの時に間違って殺しちゃったというような時に、それで歴史が大きく変わるのか、はい、あるいは別の誰かが出てきておおむね現実の歴史と同じ筋道をたどるのか、はい、こういったところも興味の的です。さっきのお話にもつながりますね。この道を右に行ったらどうなっていたのかという、はいはい、そう考えるとやっぱり歴史というのは無数の選択肢に囲まれているんですね。本当にそうです、はい、まるで現実がゲームであるかのようですね。そうですね。もしもというものが本当にたくさんあって、この現実というものが作られていると。そうですね、はい、人類文明が宇宙探索の時代に突入した時、人々が直面する社会問題は今の私たちが直面しているものと異なると思いますか？やっぱり一番の根っこは変わらないと思うんです。つまり人間が2人以上集まると社会ができる、はい、ですからその社会の中での人間関係というものが非常に、大事なので、はい、これはすでにどなたかが書いてらしたと思うんですけども、はい、藤子不二雄 F 先生ですか大先生ですね。
はい、あの方の SF に、はい、宇宙船の中に何人か乗組員がいて、わかりました。はいはい、あれです。嫌な一人憎まれ役がいるんで、残りの者が団結するとか、はい、もうとうとう二派に分かれて、はい、もう互いに争って滅びてしまうとか、はい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 、そういうもう道が一つの設定を作ると、はい、もうどっちの方角へ行くかで、はい、作品自体が全然変わってきます。はいはいはい。つまりその社会を構成する最小単位が2人以上っていう点においては、それがどの時代であれ同じことは人が人である限り起きるということですね。はい、そうですね。SF の中に時としてありますけども、はい、人間が全部溶け合って、はい、一つの巨大な意識体になってしまえば、はいはい、意見の食い違いから争いが起きることもないはずだというんですけど、はい、僕はそんな世界に生きていたくないですね。やっぱりじゃあなんていうか凸凹な人間がバラバラに暮らしているものが楽しいという。はい、もうシュシュ雑多な方がいいです。いや残念ながら僕は幽霊やお化けというのは、はい、もう科学的には信じておりませんけども、はいはいはい、いた方がいいなとは思ってますので。先生はですね、最初にもSF に出会いについてのお話を伺いましたけれども、人々はなぜ SF について興味を持つのだと思いますか？これはもう本当にわからない。もう偶然でという人もいますし、はい、もう歴史ものなんかの場合は結末が分かってるんだから、はい、もう絶対に自分で実際には見ることのできない世界を SF は、見せてくれると、はい、そういうところ、僕の場合は非常に大きかったですね。つまり過去を顧みれば、はい、もう結果としてはもう曲がりくねってても一本道をここまでやってきたわけですけども、はい、未来というのはもうその意味いくつも道が分かれてる、はいはいはい、もう選ぶのは、あなた自身だとか、はい、そういうことができますので、読者に多種多様な世界を見せることができるという意味では、はい、SF っていうのは一番、もうなんていうか間口が広い寛容な、ジャンルだと思うんですよ。一時よりは今は SF というのも間口も相当広くなっていますし、漫画やアニメ、それに今回のねゲームも崩壊スターレールも SF ゲームとして受け入れられていると思うので、きっと新しい世代の SF ファンがまた生まれてくれることとは思いますが、はい、そういう時にこれは SF ではないみたいなことは言わずにその人が SF ではないかと提示してくれたものを SF だと言っていくことで広がってくれるのかなという気はしますね。はい、そうですね。人々はなぜ作品を創作し続けるのだと思いますか？これはね、もう僕の場合は書きたいから書くしかないですね。もう何がきっかけになるかは分かりませんけども、はい、結局のところは、やっぱり自分が見たことのないものを見たい、自分が経験できないことを経験したい、そういった意味でもう小説を読んだり映画を見たりそうですけども、実際に送っている人生、実際にここまで歩んできた歴史をどんとやっぱり、広げる、あるいは深掘りすることができる。やっぱりその面白さに取りつかれたらもうやめられないということでしょうかね。